コンビニに入った時、なんかみんな同じ動きをしてるんですよね。わかる。なのに、その流れに乗れてない自分がいる。レジに並んだら急に焦って何を言えばいいのか頭が止まっちゃって。しかも、日本人はそれを言葉にしないんです。全部空気で伝わってる。その空気に名前をつけたら実は5つのルールがあったんです。今日は、その見えないルールを一緒に言葉にしていきましょう。皆さんこんにちは。ななみです。たくみです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはコンビニ文化です。日本のコンビニって、外から見ると、ただのお店に見えますよね。そうなんです。でも実際に中に入るとなんか見えない空気があって。そこが面白いところで、日本人は誰も教わってないのに、みんな同じように動いてる。私、最初に気づいた時、ちょっと怖かったです。わかるな。まるで全員が同じ台本を持ってるみたいで。そうそう。でもその台本にはちゃんと名前が付けられるんです。今日はその台本を1ページずつ開いていきましょ日本のコンビニで日本人が自然にやってる5つの見えない習慣です。う。まず1つ目のルールから。いらっしゃいませへの返し方です。これ最初、すごく戸惑いました。コンビニに入った瞬間、店員さんが元気よくいらっしゃいませって言うじゃないですか。うん。外国から来た人は大抵びっくりして振り返る。そうなんです。私も最初は、え、私に言ってるの？何か答えなきゃってなりました。でも日本人はどうするか知ってる？振り返らない。そう、振り返らない。うなずきもしない。ありがとうも言わない。ただ、そのまま歩き続けるんですよね。これは無視じゃないんです。日本のコンビニでは、いらっしゃいませはお店全体に向けた音の挨拶なんです。個人への呼びかけじゃないということですね。そう。だから、反応しないことが正しい反応なんです。これ、知らないとずっと気まずくなりますよね。毎回どうしようって。まさに、無反応が自然な反応という日本らしいルールです。では、2つ目。レジ前の無言の順番です。これも面白いよね。日本のコンビニのレジって混んでいてもみんな自然に一列に並ぶ。しかも、誰も何も言わないのに、次の人がすっと前に進んで。そして絶対にレジの真後ろには立たない。そうなんです。少し斜め、もしくは少し離れた位置に立つんですよね。これは前の人のプライバシーへの配慮なんです。支払い金額とか買っているものを見ないようにする。見てないということを体の位置で示しているんですね。そう。言葉じゃなくて距離で伝える。これがコンビニの空気の作り方なんです。知らないとただ並んでいるだけに見えますよね。でも
その並び方一つに日本の文化が全部入ってる。3つ目は、温めますかのやりとりです。これ、リスナーの皆さんも絶対に経験すると思います。お弁当やおにぎりをレジに持っていくと、店員さんが聞いてきます。温めますか？この一言、初めて聞いたときは、ちょっとパニックでした。でも、答えは簡単なんです。はい、お願いします。か、いいえ、大丈夫です。の2つだけ。でも、日本人はもっと短く言いますよね。そう。あ、お願いします。か、結構です。か、もしくは、ただ、うなずくだけ。うなずくだけで通じるんですよね。これが、コンビニの最小言語です。必要な情報だけを最も少ない言葉で伝える文化。この最小言語、コンビニ全体で使われていますよね。袋はご利用ですか？ポイントカードは？全部短い質問に短い答えでいい。流れを止めないというのが最大のマナーだから。なるほど。静かに、早く、丁寧に、ということですね。まさに。それがコンビニの空気を作っている言葉のルールです。4つ目は、立ち読みの見えないルールです。あ、これは外の人が一番驚くやつかもしれない。日本のコンビニには雑誌や漫画が並んでいますよね。そしてみんな普通にその場で読んでいる。買わないのに。買わないのに。これ、立ち読みという文化です。お店も他のお客さんも誰も何も言わない。でも立ち読みにも見えないルールがあって、そう。まず、長時間はダメです。10分か15分くらいが暗黙の限界。それから通路の真ん中には立たない。他の人が通れるように端に寄る。そして読み終わったら元の場所にきれいに戻す。この3つを守っていれば誰も何も言わない。日本の互いに干渉しないという文化がここにも出ていますね。空間を共有しているという感覚です。そう。あなたの時間も私の時間も同じくらい大切という考え方です。そして5つ目。これが私が一番好きなルールです。何ですか？何も買わずにコンビニにいるという習慣です。あ、これは確かに面白い。日本人にとってコンビニは第二の居場所なんですよ。暑い夏の日に涼みに入ったり、突然の雨で雨宿りをしたり、ちょっと疲れた時に立ち寄って一息つく場所。しかも店員さんは何も言わない。何か買いますかとは聞かない。これが外の文化と大きく違うところで、そうだね。
多くの国では何も買わずにいると居心地が悪くなる。早く出なきゃという空気がある。でも、日本のコンビニは違うんです。あなたがここにいることを誰も邪魔しない。これって日本語で言うとおもてなしの一形態だと思うんだよね。おもてなし。出ましたね。よくおもてなしは旅館やレストランの話で出てきますよね。でもコンビニにもおもてなしはある。むしろコンビニのおもてなしはもっと静かでもっと日常的かもしれない。何もしないことで相手を大切にする。これが日本のコンビニが日本人にとって家の外の家である理由だと思います。家の外の家。素敵な言葉ですね。これを知っているとコンビニに入った時の感覚が変わりませんか？変わります。ただのお店じゃなくて、ここにいていいんだという場所になる。そう。そしてその5つのルールを知っているだけでコンビニの空気に自然に溶け込める。言葉よりも先に空気を読む練習ができる場所がコンビニなんですよね。まさに日本語の勉強は教科書だけじゃない。コンビニは生きた日本語と日本文化の教室です。では、今日の会話から皆さんにぜひ覚えてほしいフレーズを3つ紹介します。今日のベストフレーズ3選です。1つ目、空気で伝わる。言葉を使わなくても、その場の雰囲気や態度で気持ちが伝わること。コンビニだけじゃなく日本の社会全体で使われる大切な概念です。空気で伝わる。ぜひ覚えてください。2つ目、結構です。いりません。大丈夫ですという意味の丁寧な断り方です。コンビニで袋を断るとき、温めを断るとき、どこでも使えます。結構です。これ一つでスマートに断れます。そして3つ目、おもてなし。相手が求める前に相手のことを考えて行動すること。旅館だけじゃなくコンビニにも日常の中にも存在する日本の心です。おもてなし。今日のコンビニの話がこの言葉をもっと身近に感じさせてくれたなら嬉しいです。それでは最後にリスナーの皆さんへ質問です。皆さんは日本のコンビニでこれは知らなかったと驚いたことはありますか？今日の5つの習慣の中で一番驚いたものはどれでしたか？ぜひコメントで教えてください。皆さんの体験談楽しみにしています。もしこのエピソードが役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの応援が私たちの力になります。今日の5つのルール、覚えられそうですか？はい。でも来週はもっ
と使える話です。日本のレストランや食堂での注文ですね。初心者でも大丈夫な話です。本当ですか？注文って難しそうで。実は3つのフレーズだけで十分です。3つだけで注文できるんですか？はい。N5 レベルの言葉で全部できます。それならすぐに使えますね。来週、その3つを一緒に練習しましょう。絶対に見てくださいね。今のうちにチャンネル登録してね。